突然ですが、あなたのベロ汚れてませんか？今ドキッとした方はこの動画の続きを見てみてください。舌が汚れている原因は舌苔という舌苔がついている状態が舌が汚れていると。舌についている苔って言われると、そんな私の舌には苔なんかついてないわよっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけれども、実はですね、舌苔というのは、ほとんどの人がついています。なんですけれども、つきすぎていたりとか大量についているっていう状態になってくるとですね、いろんな不具合が起きてくるというわけなんですね。通常は絶対舌苔っていうのはついているんだけれども、それをケアせずにそのまま放置しておくと、実は大変なことになるんですね。ほとんどの人がですね、毎日歯を磨くってことはすると思います。歯磨きはすると思うんですけれども、磨くのって歯だけで舌を磨くっていうことはしないですよね。ほとんどの人がしないと思います。だけどですね、その舌の掃除って実は非常に重要になってくる、わけなんですね。その舌苔、舌の苔をそのままにしておくと、その舌の見た目がまずねちょっとすごい汚くなってくるっていうこともあるんですけれども、ベロって、いろんな色があるんですよ。人によって体調によっていろんな色があって、真っ赤っかな人もいれば、多少ね白くなってるっていうのが普通なんですけれども、それがものすごい白いとかちょっと緑っぽいとか黄色っぽいとか、っていう状態になっていると、舌の見た目がめちゃくちゃ汚いですし、あとはそれが口臭の原因になったりとか、口の中だけにとどまらずですね、全身の、健康状態にも悪影響が出てしまうということがあるわけなんですよね。でそんなことに今なったらもちろん嫌ですよね。なのでそうならないためにですね、今日はそのベロの掃除をした方がいいという、なぜした方がいいのかっていう理由とですね、あとはお掃除の仕方、適切なお掃除の仕方っていうのがあるので、お掃除の仕方と、あとはおすすめの道具っていうのを紹介していきたいと思います。なので、そうなりたくないという方はですね、ぜひこの動画を最後までご覧ください。で動画のタイトルにですね、舌磨きをしてはダメですというふうに言っているわけなんですけれども、それなんでかっていうとですね、ちゃんともちろん掃除をしなければいけないんですけれども、舌磨きっていうのはやりすぎると逆効果っていうこともあったりするんですね。逆効果だったりとか、あと舌を傷つけてしまったりとか、悪影響が出てしまうということもあるので、磨きすぎるのは良くないっていうことなんですね。なのでタイトルで舌磨きをしてはダメですよって言っているのは、磨きすぎないでくださいとか、強く磨きすぎないでくださいということを、言っているわけです。なので、強く磨くのは NG と、いうことで、じゃあ、でも掃除は必要なんだけれども、じゃあどうしたらいいのかですね。じゃあ何を使ってどのように舌の掃除をしていったらいいのかというところをですね、詳しく解説していきたいと思います。ということで、実際じゃあどういう道具をまず使うのかっていうところなんですが、使う道具はこちらですね。これ何かっていうと、タンスクレーパーっていうですねものなんですね。タングスクレーパーってちょっとタングスクレーパーって言ったり、タンスクレーパーって言ったり日本語だとするんですけども、タンって下ですよね。タンのスクレーパーなんでタンスクレーパーっていうところなんですけれども、タンスクレーパーってこういうものがあります。でこれ日本だとまだそんなに知られていないと思うんですけども、これは舌のお掃除をする道具なんですね。薄くね、薄い感じで、すごい薄っぺらいんですよ。で薄い金属の板をU 字に曲げてある感じのものですね。でこれがヘラのような役割、こういう感じになっているので、ヘラのような役割をしてくれて、その下についている苔なんかを取ってくれるということなんですね。
で、これはですね、インドでもともと使われているものでして、インドのアーユルヴェーダでは舌の掃除っていうのをすごく重要視されているんですね。でこのタンスクレーパーの発祥っていうのがインドなんですけれども、そのインドの伝統医療であるアーユルヴェーダですね。アーユルヴェーダではですね、その夜寝ている間にその皮膚とか舌、ベロですね、ベロに体内の老廃物だったりとか、あとは食べた後の未消化物、そういったものが、残っているというふうに、そこにベロに未消化物が出てくるっていうふうに言われているんですね。その未消化物のことをアーマって言ったりするんですけれども、でそのアーマを汚れたままそのままにしておくと、心身ともに不調をきたす原因になりますよというふうに言っています。そういう考えがあるわけなんですね。でなのでインドでそのアーユルヴェーダとかをやられている方っていうのは、朝起きたらまず自分の体を丁寧にデトックスしていくっていうところから始めると、いったところで、タンスクレーパー、これでですね舌のお掃除をするっていうのもデトックスの一つだというわけになります。で、インドでねヨガとかやられている人は特にアーユルヴェーダとかやっている方が多いので、朝起きたら、すぐにこのタンスクレーパーを使って舌のお掃除をします。そしてその後白湯なんかを飲んでですねヨガの練習をしていくっていうのがルーティンだったりします。でこの舌はですね、やっぱりいろいろ見ていただくと、毎日見ていただくと分かるんですけれども、これ内臓の鏡というふうにも言われていて、日々ちょっと変化しているんですね。なので自分の体調が、どういう状態なのかっていうのがすごくベロに反映されていきますので、体が不調をきたしている時とか、あとは、消化力が落ちている、胃腸の消化力なんかが落ちていると舌に汚れがつきやすくなるので、なんとなくわかるんですよね、毎日見ていると。なのでタンスクレーパー、これを使って毎朝舌のお掃除をする習慣をつけると、自分の健康状態をチェックするっていうこともできるというわけなんですね。ということで、インドから発祥したこのタンスクレーパーを使って舌のお掃除をしていくといいですよというわけなんですけれども、その舌のお掃除をすると得られるいいことっていうのがたくさんあります。で、それがですね、具体的にどんないいことがあるのかと言いますと、まず一つ目ですね。一つ目は、今言ったことなんですけれども、健康状態がチェックできるということですね。ただ単にその舌の汚れを取っていくっていうだけじゃなくって、このタンスクレーパーを使用することによっていろんなメリットがあって、毎日舌を見てですね汚れを取っていくと、今日はたくさん取れたとか、今日はそんなに取れなかったとか、そのベロを見て今日はちょっと白い色がいっぱいついてるなとかですね、その絶対ですね舌ごけっていうものの付着度合いを確認することができるんですね。でその絶対っていうのは、食べかすだったり細菌とか、その細菌の死骸とかですね、白血球のカスとかそういったものが溜まっているものなんですよね。他にもその体の中に、未消化のまま残ってしまっているもの、アーマというものなんですけれども、それが、血液を通してですね舌の表面にわーって浮き上がってきているものなので、ちょっとこの舌のが今日はいっぱい汚れてるなって思った時は、なんか前日にあまり消化に良くないものを食べた時とか、あとは胃腸の状態が良くない時、ちょっと胃腸の調子が弱ってるなっていう時とかに、よくつきやすいということがあります。なので、そうですね、免疫力が低下しているっていうのもあります。なんで朝起きてこのタンスクレーパー毎朝やって、今日はなんかちょっと舌が汚れてるなって思う時は、ちょっとね体を休めるようにするとか、消化にいいものを食べるようにするとか、そういった健康管理につながっていくというわけなんですね。
はい、なんでその胃を休めるっていうことをしてくださいねって、胃を休めてくださいねとか、免疫力落ちてるから体休めてくださいねっていうサインにも、サインとしても取れるので、そういった形で、自分の体調を舌で見て、自分でケアをしていくということができます。実際ですね、本当に私も普段自宅で自分が作る料理を食べることがほとんどなので、あんまりその脂っこいものですとか味がすごい濃いものとか消化に悪いものってそんなに食べないんですけれども、たまにですねちょっといただいたものとか、あとは記念日とかでケーキを食べたりとか、外食してすごく味の濃い中華料理とかを食べたとか、そういう場合ってやっぱり食べた次の日ってこのベロの状態が全然違うんですよ。こう見て、真ん中辺に白い感じのものがすごい残っている感じがするし、ちょっとねネバネバしたみたいな感じがしたりしますので、結構ね気にしてみていると実感できるかと思います。はい、そして、2日目じゃない2つ目ですね。2つ目のその舌を掃除することのメリット、はですね、この体にちょっと人間にとって害のある細菌なんかが体内に入り込んでくることを防ぐという役割もあります。役割というか、その舌の掃除を毎日ねしているとそういう、効果があるということですね。で先ほども言ったようにこの舌の汚れ絶対っていうのは寝ている間につくんですよね。どんどんつくっていうか浮き出てくる、体内から浮き上がってくるみたいなイメージなんですよね。なのでそれは体内の毒素だったりとか、未消化物ですね、あとはその死んだ白血球のカスとかですね、そういったものがついてるっていう状態なので、朝起きた時が一番汚れています。で朝起きた時もう寝ている間にずっとそうやって毒素とかが浮き出てきて汚れてる状態なので、朝起きてすぐにそのまま例えば水とか飲んだりしますよね。する人っていますよね。それがすごい良くないんですよ。朝起きてすぐに水とかを飲んでしまうってことは、その絶対がついている状態ですね。舌に絶対がついている状態で水を飲んだら、そこに浮き上がってきている、毒素ですね。毒素をまた自分の中に取り込んじゃうってことになるんですよね。でまたその毒素ごと体内に吸収しちゃう。で朝起きた時ってすごい吸収率がいい、吸収力が高まっている時なので、それでギャーって水流し込んだら一緒に毒素もバーって流し込むみたいなことになってしまっているというわけなんですよね。でその絶対っていう汚れはですね、体内に入るとその血管とかリンパ管とかそういう内側にこびりついてですね、血液とかリンパの流れとかを阻害してしまうっていうことがあるんですね。なんで、それが原因で体の不調にどんどんつながっていってしまうということがあります。でそれでまたその飲み込んじゃった毒素が体のそのリンパとか血管とかの内側にこびりついて付着して、でまたその寝てる間にそれがまた下に出てきて、でまたそれ飲み込んでみたいな、めちゃくちゃ悪循環を繰り返すってことが起こっちゃうわけなんですよね。なのでその絶対っていうのは、まず朝起きてすぐ何か飲んだり食べたりする前に取らなきゃいけないものなんですよね。ちょっとねうがいするぐらいでも若干は取れるかもしれないんですけども、やっぱりそれだけでは残っている状態だと思いますので、こういったですねタンスクレーパーなんかを使ってまずは掃除をして、それからお水を飲むということをするべきなわけなんですね。はい、そして、舌の掃除をする、メリット3つ目ですね。3つ目は、これはもう言わずもがなって感じですけれども、口臭予防になるということと、あとは歯周病なんかの予防にも、効果が期待できると言われています。人間の口の中って、顔とかもね全部皮膚とか全部そうなんですけど、いっぱい細菌がいるわけですよ。この辺とかもビャーってもうブワーって
昔よくね顔ダニとか言って言ってましたけど、気持ち悪いとか言ってましたけど、人間って、常にこの皮膚の上、手もですし足も体全体顔も全部皮膚の上には常在菌っていう菌がいて、微生物がバーっているわけなんですよ。で菌にはやっぱりいい菌悪い菌あるので、自分の持っている常在菌っていうのが常にこの皮膚のねところにいます。でさらに皮膚にももちろんいるんだけども、この口の中ってなるともう猛烈な数の菌がブワーっていっぱいもうぎっしぎしに詰まってるみたいな感じでいるわけなんですよね。もう細菌とともに生活してますっていう状態、なんですけれども、この口の中に存在している細菌の中でですね、嫌気性の細菌というですね、嫌気性って空気を嫌う菌って書いて嫌気性の菌って言うんですけれども、菌には2種類あって、好気性と嫌気性ってあって、空気を好む菌と空気を嫌う菌っていうのがあるんですけれども、その嫌気性の細菌がこの舌にですね絶対として付着をしているとですね、その舌の表面にある汚れとか、食べ物とかそういったものをその菌が分解し始めていくわけなんですね。でそこに乗っかってるベロに乗っかっている、絶対にその嫌気性の細菌がくっついてその汚れを分解していってくれるんですけど、それを分解する際にですね、硫化水素っていうですねちょっと臭い匂いを発生するんですね。嫌な匂いをそこで発生します。でそれが起きることによって、その微生物がね物を食べて排出するってことなんですけども、それをすることによって、口臭が発生するということになりますので、なんで常在菌はいつもいてですね、いい働き悪い働きするんですけれども、その常在菌をもちろん取り除くことはできないしやってはいけないことなので、その常在菌の餌になるその舌の汚れっていうのを少しでも少なくしてあげれば、匂い、その分解するね食べ物が少ないので微生物が分解するってことをできないので、匂いが抑えられるんだけども、その下に残っている汚れですね、絶対とかがたくさんあればあるほど微生物にとっての餌がいっぱいあるので、そこでその口の中の細菌がいっぱいそれを食べて分解することによってわーって匂いがね出てきてしまうというわけなんですね。なんで歯周病っていうのもですね、このお口の中にある細菌が、原因でかかる病気ってことなので、そのタンスクレーパーですね、これで掃除をしてその細菌の餌を減らしてあげることによって、口臭予防、歯周病予防っていうのにつながってくるわけなんですね。なんでやっぱりその朝起きた時に結構毎朝口の中がねばついちゃってるっていう方はですね、やっぱり舌のお掃除をしていった方がいいかと思います。やっぱり年齢を重ねることによってどんどん唾液の分泌が少なくなっていったりとか、この辺の筋肉が弱っていく、衰えていくことによって、その口臭っていうのもだんだん出てくるので、よくその寝たきりのおじいちゃんとかおばあちゃんとかって口臭が結構強くなったりするんですけども、それはやっぱりその舌の汚れがなかなかその唾液によって取り除けないからとか、そういった理由もあるわけなんですね。なので、口臭予防とか歯周病予防っていうのにも役立つということになります。ということで、いろんな、メリットがあるので、ぜひ毎朝ですねそのタンスクレーパーを使って、舌の掃除というのをしていただきたいなと思うわけなんですけれども、このタンスクレーパーを使ってじゃあ舌のお掃除をいつすればいいのかっていうところなんですが、それは今までですね解説してきた、通り、絶対っていうのは夜寝ている間につく汚れですので、朝起きてすぐやるっていうのが一番、効果的ですね。よっぽど気になる場合はね、寝る前とかにもやると、寝る前にちょっと落としておくと朝の目覚めた時の寝ばつき感とかが少なかったり、するのでいいと思うんですけど、基本的にはもう朝起きてまずはその顔を洗いますよね。朝起きてトイレに行って顔を洗うってことはまず大抵の方はすると思うので、その時に、ついでにですねやるということですね。
でこれ結構ねそんなのめんどくさいよって思うかもしれないんですけど、これすぐできるんですよ。もう本当に簡単にで3回ぐらいとかやるだけです。もうすごいさっさっさっさみたいな感じぐらいでいいので、もう歯ブラシと一緒にこれピョンってこれ置いておけば、もうすぐにね顔洗った時にバーってシャーってやるだけっていう感じなので、そんなにねめんどくさいとかわざわざなんかタスクが増えるみたいなことでもないかなと思うので、是非ですね毎朝、やっていただくといいかなと思います。でよくですね、言われているとか、これやっている人も多いかもしれないんですけれども、こういった舌磨きの道具、タンスクレーパーみたいな道具ではなくて、歯磨きする時にって歯磨きしてそのまま舌も最後にベーって磨く人とか結構たまにいるんですけど、それは絶対 NG です。それは絶対にしないでください。なんでかっていうと、ちょっとやっぱりね歯ブラシの歯って歯を磨く用なので、ベロにとっては非常に刺激が強すぎるんですよね。なのでそれでギャーって磨いちゃうとベロがちょっと傷ついてしまったりしますし、その舌の上っていうのはデコボコデコボコブツ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 いろいろついてますよね。あれ何かっていうと、味蕾って言って食べ物の味を感じることができる、触覚じゃなくて何て言うんですかね、感覚の組織なんですよね。でその味蕾を傷つけてしまうと、もう下手したら最悪味覚障害みたいなことになってしまう場合もあるので、歯ブラシで一緒に磨いちゃうっていうことは非常に危険だと、いうことがありますので、やっぱりその歯ブラシで磨くっていうのはやめていただいた方がいいですね。でこの金属のね専用のタンスクレーパーっていうものなら、もう傷つけることなく優しく掃除をするっていうことができますし、この形がねちゃんとこの効率よくその下の汚れを取れるようにできていますので、こういったものをねちゃんと使った方がいいかなと思います。ででもそれ聞いたら明日からもうちょっとそんなん早くもう汚れ取りたいとか、もう明日から始めたいって思う方もいると思うんですけれども、だけどこれ薬局とかその辺の雑貨屋さんに売ってもなかなか売ってないわけなんですよね。なかなかその辺のね100均とかにもないと思いますし、すぐ手に入るものじゃないので、じゃあどうすればいいのってことになるかもしれないんですけども、実はこれあるもので代用が可能です。それあるものって何かっていうと、ちょっと今これね用意するの忘れちゃったんですけど、スプーンですね。スプーンってこういう形してると思うんですけど、普通のステンレスとかのスプーンで代用することができます。スプーンもこういう感じでねU 字型にというかそうですね U 字型に先っちょのとこなっているので、そこを利用してこういう感じでやっていただくと、同じような効果が得られますので、タンスクレーパーを、今家になくてでも今すぐやりたいっていう場合は、家にあるスプーンで代用することができます。なので、すぐにねやっていただくことができますし、でもやっぱりねちょっと気分を上げるためにもこういうちょっとおしゃれな感じがするものを用意していただくといいんじゃないかなというふうに思います。でどういうふうに使っていくかなんですけれども、本当にこれすっごい優しくやってください。これ、金属なので力を入れようと思ったらいくらでも入れられて、その力の入れ具合によっては結構もう血出るぐらいやっちゃうっていう場合もあると思うんですけども、それは本当にNG なので、でも優しくですね、こう下の表面を撫でるような感じでこうやって3、4回やるだけでも十分です。それでさーってやると白いね汚れがここに溜まってくるので、それを洗い流してあとはうがいするって、それだけですね。で、とにかく力を入れすぎないってことが重要になってきます。
で今ね私が使っているのはこれ銅製のものなんですけど、これ一般的にはインドでタンスクレーパーって言ったらこの銅製のものが多いですね。なので通販で、ネットでいろいろ買えるんですけれども、銅製のものっていうのが多いかと思います。で見た目もちょっとおしゃれだしっていうことで私はこの銅製のものを使ってるんですが、ただやっぱりこのねカビが生えてきたりとか錆びやすかったりとか、するっていうのがちょっと難点があるので、もしそれが嫌だったらステンレスのタイプっていうのも売っていますので、ステンレスのタイプを、手に入れていただくのもいいかと思います。であとはプラスチックのやつもねあるんですけど、プラスチックのなんかちょっと丸い感じになってる下磨きってやつって、それは歯医者さんとか薬局とかにもそういうの売ってるんですけども、プラスチックはちょっとねあんまりおすすめはしないですね、個人的にはなんですけども。なんでいいのはこの銅製か、もしくはステンレスですね。でこの銅製のやつは何がいいかっていうと、もうこの銅っていうもの自体に殺菌力があるわけなんですね。殺菌力が高くて、汚れがよく落ちるという、性質がありますので、やっぱり一番ねこれがいいかなっていうふうに思います。この銅イオン作用っていうやつですね。水に混ざることによって殺菌効果を発揮してくれるというのがこの銅製のものです。はい。そんなところでですね、ぜひちょっとこのタンスクレーパーを使って下のお掃除を毎日していただいて、絶対っていう苔をですね、下の苔っていうのを適切なやり方で取っていただいて、口臭予防とか歯周病予防とか、全身の健康状態のチェックとか、そういったことに使っていただくと、いいんじゃないかなというふうに思います。で、あとですね、もちろんちょっと流れ的にはもっとプラスアルファで、健康管理を朝のルーティンとしてやりたいっていう場合は、おすすめなのが、まず朝のルーティンとしても起きて、顔を洗った時に、このまずタンスクレーパーをやりますね。タンスクレーパーをやって、でその後軽くうがいをして、で、その後ですね、さらにですね、オイルプリングをするっていうのがおすすめです。でオイルプリングについては、そのオイルプリングのやり方、解毒の仕方みたいな動画を別で出していますので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、詳しくやり方を解説、していますので、そっちを見ていただきたいんですが、そのタンスクレーパーで下の汚れを取った後、さらにそのオイルプリングっていうのをやって、全身のね毒を出していく、デトックスをしていくっていうことをやっていただいて、でその後に白湯を飲むっていうのがもう一番ベストな流れになるかなというふうに思います。最近ですね、白湯ってコンビニにも売ってるらしいですね。ちょっと最近そういう情報を耳にしたんですけれども、コンビニもちょっと健康志向になってきたのかちょっとわかんないんですけども、はい。ということで、今日は、タンスクレーパーを使った下のお掃除のすすめというお話をしていきました。普段はですね、発酵食に関するお話ですとか、あとは食と健康に、関わるお話、いろんなテーマでしておりますので、もしこの動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、発酵食について体系的に学びたいという方ですとか、もっともっと詳しく深いところまで知りたいという方はですね、YouTube のメンバーシップというのをやっておりまして、そのメンバーシップに入っていただきますと、動画で学べる発酵食講座というものがですね、シリーズである動画講座なんですが、それを全部見ていただくことができるという特典がついてきますので、メンバーシップの方もぜひですね、チェックしてみてください。はい、ということで今日は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。